今日のテーマはサンクコスト効果。人はここまでやったんだからやめられないと思ってしまう心理です。この動画では日常にある例と心の仕組み、そして今日からできる対策を解説していきます。見終わる頃にはもったいないに縛られにくい自分になれるはずです。まず、サンクコスト効果とは何か。一言で言うと、すでにかけたお金や時間がもったいなくて非合理的にでも続けてしまう心理の癖。例えば映画館でつまらないなと思っても、せっかくお金を払ったんだし最後まで見ようと我慢する。これがサンクコスト効果です。買い物の場面でもよくあります。高かった服だから着なくても捨てられない。サブスクを契約しているから使ってなくても解約できない。支払いが終わった時点でコストはサンク、つまり沈んでいるのに人は元を取らなきゃと考えてしまうんです。仕事でもサンクコスト効果はよく見られます。ここまで時間をかけたプロジェクトだから引き返せない。もう半年やっているのだから成果を出さなきゃ。でも冷静に考えてみれば、今後リターンがあるかって判断すべき。過去に使った時間はもう戻らない。それでもついここまでやったのにと考えてしまうんです。人間関係でも起こります。長く付き合ったんだから別れるのはもったいない。ここまで我慢したんだからもう少し頑張ろう。関係がうまくいっていなくても過去の努力を理由に続けてしまう。これも立派なサンクコスト効果です。それではなぜサンクコスト効果が起こるのか。理由は損を認めたくない心理と努力の正当化。人は失敗したと感じることが怖い。だからあの選択は無駄ではなかったと思いたくなる。もう一つは過去の自分を否定したくない気持ち。努力を続けることであの時の判断は正しかったと安心できるんです。それでは放置するとどうなるのか。それは非効率なことを延々と続けてしまう。買い物なら使わないものをずっと抱えてしまう。仕事なら成果のないプロジェクトにリソースを注ぎ続ける。人間関係なら自分をすり減らす関係を手放せなくなる。もったいないという感情が本当の損を生み出してしまうんです。ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は未来の損得で考える。ここから先も続けたら損か得か。過去ではなく未来を基準にするだけで判断が変わります。2つ目はゼロから始めるつもりで想像する。もしゼロの状態で始めるならこれを選ぶのか。この問いで一気に冷静になれます。過去の投資に引きずられず今の価値で考えられるんです。3つ目は他人の目線で見る。友達が同じ状況なら続けるように進めるだろうか。人ごとに置き換えると意外とあっさり答えが出ます。状況別のミニテクもあります。買い物なら使っていないリストを作って思い切って手放す。仕事なら今後のリターンを数字で可視化する。人間関係なら我慢より喜びが多いかを書き出してみる。要は過去ではなく未来に軸を置くことです。最後にまとめです。サンクコスト効果は誰にでも起こるもったいないの罠。未来の損得で考える。ゼロから始めるつもりで想像する。他人の目線で見る。
この3つを意識するだけでしがらみから自由になれます。まずは今後も続けたい理由が過去の努力だけになっていないかを見直してみてください。次回は単純接触効果。繰り返し見るだけで好感度が上がる心理を広告や人間関係の例でわかりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画でご視聴ありがとうございました。